うん、かわいい。うん、これはかわいい。これめっちゃ気に入った。はい、皆さんこんにちは、レミです。今日はですね、最近ダイソーで買ったアイテムを使いながら、ダイソーのコスメ縛りでおうちメイクをやっていきたいと思います。はい、じゃあまず最初にベースメイクから始めていきます。ベースはまず、このスキングローベース、下地から塗っていきます。この下地はこんな感じのパールホワイトっぽい感じで、伸ばすとほぼ透明になります。で、なんか乳液みたいな感じですね。この下地なんかね、ちょっとほんのりトーンアップするんだけど、カバー力があるわけじゃないので、今度ダイソーに行ったらカバー力がある下地買いたいなって思います。なんかさっきの顔のくすみがだいぶちょっと飛んだ気がする。なんか肌がね、結構しっとりして、ほんと乳液塗った感じです。肌に、なんか手に吸い付くがぐらいのしっとり感。で、次は CC クリーム塗っていきます。色は BE1 ですね。これも結構柔らかめのテクスチャーで、こう手に出してみると結構暗い感じするけど、こうやって塗ってみると意外とそんなことないですよね。もともとお家にいる間は全然メイクしない方だったんだけど、最近は家にいる時間が多すぎて、ちょっとずっとすっぴんで過ごしていると本当にダラダラしちゃうからさ、最近は軽くでもおうちメイクをするようにしてます。この下地買う前はこの CC クリームだけでベース整えてたんだけど、この下地を使うようになったらなんかね、トーンアップしたおかげで肌がね、そんなになんか荒が気にならなくてさ、やっぱ肌のトーンが上がると肌綺麗に見えるよね。なんかナチュラルな感じのツヤで好きな肌に仕上がりました。で、次はこの間買ったコンシーラー使っていきたいと思います。やっぱね、ここのね、鼻の際だったりがちょっとクマも気になるので使っていきます。ここカチカチすると出てくる筆ペンタイプです。口角もちょっと気になるので、こうダイソーのパフ使ってなじませます。ここのくすみがなくなるだけでだいぶ口角上がりますよね。じゃあ次に眉毛描いていきます。前は眉頭から描いてたんだけど、最近は目尻から描くようにしてて、結構ね、眉毛生やしてるので、だいたいその生えてるラインに沿って描くことが多いんだけど、こう輪郭を取って、毛並みに沿って内側を塗っていきます。で、眉毛生やしてるとメイクの時短になるし、すっぴんとメイクの顔がそこまで変わんないっていうのもあるんだけど、眉毛によって印象をそんなに変えられないっていうのがちょっと一つ難点かなって思う。で、眉毛描いたら、輪郭描いたら、こう眉頭の部分はここら辺からこうぼかしながら描く感じで、色のせる感じで、この眉頭の部分はぽやーんってしてる感じが好きですね。なんか今日うまくいったわ。同じ感じで描いていきます。でね、こっちの眉毛がね、描くのが苦手なんですよ。こっちがね、うまく描けてもだいたいいつもこっちがうまく描けず。結構ね、今日みたいなやや太めの平行眉が好きです。アイブロウマスカラ塗っていきます。これ UR グラムのやつです。まず眉毛の毛流れに逆らうようにたっぷりつけてあげてから、眉毛の流れに合わせて整えていきます。で、次にスティックタイプのシェーディングでここをシェーディングしていきます。家にいるだけなんだけどね、やっぱりこの輪郭っていうかエラは気になるので、結構がっつり入れちゃいます。ここはね、いつかボトックスしたいんですよ。スティックタイプのやつで直接塗ってから指でなじませます。クリームタイプなので肌なじみはすごくいいです。
でチーク塗っていきます。チークは YourGlam のアイ&チークカラーの色は BR1 です。昔はあんまりチークって重視してなかったんだけど、なんか年々チークとリップってすごい大事だなって思って、顔に血色があるかないかでだいぶ顔が違う感じがする。で次スティックタイプのハイライト使ってハイライト入れていきます。普段はなんかやや黄色みがかったゴールドっぽいハイライトを使うことが多いんだけど、白系のハイライトが好きな人にはいいかもです。これもう鼻先に丸くハイライト入れると鼻がチュンって感じで上がって見えるので、ここは結構大事にしてます。今日はツヤがあるタイプのチーク使ったので、ここの部分のハイライトは軽くにします。で次にノーズシャドウなんですけど、アイシャドウパレットを使ってノーズシャドウ入れていきたいと思います。このシャドウパレットの中のこのマットなベージュを使ってノーズシャドウ入れます。でノーズシャドウは私の顔がこう目っていうかパーツが顔の真ん中に寄ってる球心型の顔なので、ここに濃く入れてしまうとなんか目がねもっとギュンって寄って見えちゃうから、ここは薄めに入れて、この鼻筋とこの先の部分を重点的に入れるようにしてます。はい、で同じパレットでアイシャドウこのまま入れていきます。でアイシャドウまず今使ったこのベージュを上まぶたのアイホール全体と下まぶた全体に塗っていきます。で上下まぶたの色を同じ色使うと結構目がね大きく見えるのでおすすめです。次にこの色を二重幅に塗っていきます。光沢があるオレンジですごい好きな色です。すごい可愛い。これ発色もいいし、ほんと100円って思えないな。で同じ色をこの下まぶたの目尻の部分にものせていきます。笑ってるみたい。ごめん。で次にこの色を下まぶたのところに塗っていきます。これあんまり色つかないんだけど、光沢が綺麗で下まぶたに塗ると結構涙袋がぷっくりして見えてくれます。で涙袋をもうちょっとぷっくりさせたいので、さっき眉毛を描く時に使ったアイブロウペンシルでここにライン引いていきます。で笑いながら描くとなんか涙袋が涙袋が出現してくれるので、いつも笑いながら涙袋描いてます。指でちょっとなじませます。一時期涙袋描いてなかったんだけど、やっぱねあるかないかじゃ結構顔が印象が違うので、目がでかく見える。アイライナーはこの間買ったばっかの YourGlam のリキッドタイプのアイライナー使っていきます。色はブラックです。まずまつげの間埋めるように描いてから、目尻の部分はスッと伸ばす感じで、延長する感じで伸ばしていきます。なんかキュンって上げるよりもう延長する感じで伸ばしてあげた方が目がでかく見える。はい、じゃあマスカラは YourGlam のロングタイプ塗っていきます。このダイソーのマスカラは正直そんなに伸びる感じはしないかな。でリップはこの間買ったテラコッタカラーのリップ塗っていきます。これ使いたかったんですよ。見た感じなんかもうチョコレートみたいな、こんな感じの透け感のあるテラコッタカラーです。かわいい。これめっちゃかわいい。なんかね結構スルスル塗れます。こんな感じでほんのりツヤがある感じですね。これはかわいい。めっちゃ気に入った。でメイクできたので軽く髪の毛整えていきます。
はい、ということで今日はダイソーのコスメ縛りでおうちメイクをやってみました。でいつもベースの最後に仕上げとしてパウダーパーってやってるんだけど、今日はこのスキングローベースっていう下地と CC クリームでいい感じのツヤ肌が作れたので、パウダーなしで仕上げてみました。このスキングローベースはそんなにカバー力があるわけじゃないんだけど、トーンアップしてくれるので、こう肌がワントーン上がって、いつも気になるような肌の荒が気にならなくなって、すごい気に入ってます。外出するときはね、もうちょっとカバー力があったらいいかなって思うんだけど、おうちメイクなので、こんぐらいでちょうどいいかな。ちょうどいいっていうか、こんぐらいで満足かな。で、今日はこの間買ったダイソーのコスメを使いながらメイクしてみたんだけど、その中で特に気に入ったのはこれですね。テラコッタカラーのリップがすごいいいなって思いました。で、この大人気のこのアイシャドウパレットとも相性最高です。でも前は赤リップとかピンクリップしか考えられなかったんだけど、最近なんか好みが変わったのか、テラコッタリップが結構大好物でよく使ってます。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のメイクや今日の動画が良かったなと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。